皆さんこんにちは、なるです。今回は和歌山県世界遺産熊野古道屈指の聖地熊野那智大社にやってきました。熊野那智大社は熊野本宮大社、熊野早玉大社と並ぶ熊野三山の一社です。そんな熊野三山を結ぶ巡礼路こそが熊野古道。1000年以上にわたる信仰の道として世界遺産に登録されています。熊野古道の主な巡礼ルートは大きく5つ。中辺地、紀伊、田辺駅から熊野本宮大社、那智へ至る王道ルート。小辺地、高野山から熊野本宮へ南北に縦断。大辺地、田辺から太平洋岸を回り那智へ。伊勢路、伊勢神宮から熊野三山へ東側から入る古道。紀伊寺、京都から和歌山沿岸を南下して田辺へ至る古道。今回の旅では海と温泉が魅力の港町那智勝浦を拠点にしていきます。ここからバスで中辺地の大門坂まで移動し、石畳の参詣道を歩いて那智大社へ向かいました。那智大社は落差133メートルの那智の滝をご神体と仰ぐ荘厳な社。隣には西国33所一番札所の古刹青岩戸寺が立ち、朱塗りの三重塔と大幕府が同じフレームに収まる絶景は熊野を象徴する一枚です。また滝壺の目の前に神社する広尾神社では迫力ある滝を通せに参拝できるのも大きな魅力です。アクセスについてですが、拠点の勝浦まで大阪方面の場合、新大阪駅より JR 紀勢本線特急黒潮号で紀伊勝浦駅へ3時間30分から4時間ほどです。名古屋からは名古屋駅より JR 紀勢本線ワイドビュー南紀号で紀伊勝浦駅へ約3時間30分です。紀伊勝浦駅から熊野那智大社方面へは熊野交通バス那智山行きが約1時間に1本から2本運行しています。終点那智山まで約25分。途中大門坂那智の滝前にも停車します。はい、私は今和歌山の那智勝浦にやってきました。海めちゃくちゃ綺麗だね。海とさ、岩と島がいっぱいある感じだよね。こんなに港町って知らなかった。だからそもそも和歌山県初めて来た。ああ、言ってたね。和歌山といったらみかんとパンダのイメージですが、今日はね、どんなイメージになるか楽しみですね。はい。新たな発見がありそうです。なんかこの街商店街さ、マグロの匂いしない？するね。ねえ。マグロの魚の匂いするね。マグロの街だよ。ねえ、なんかその印象本当になかった。まあね、確かに。マグロってさ、なんか青森とかそっちの大間だよね。そうそう、寒いとこでしか取れないんだと思ってた。取れるんだね、こっちもね。周回すんのかな。周回？周回？周回？あ、マグロが？そうかもしれない。マグロも食べたいね。ね。マグロとみかんを食べることがこの旅の目標だ。そうなんだ。なんだ。みかんジュースとか飲みたい。ああ、確かにいいね。いいよね。安全輸送のため確認故障を行います。
それでは今から熊野古道を歩いて熊野那智大社に行きたいと思います。はい。熊野古道はわかりますか？わかりますけど。わかるんだ。わかるでしょ。じゃあ何？昔の道でしょ。おー、おーいい線いってます。熊野古道はね、熊野三山を参拝するための道なんだよ。そうなんだ。三山。三山。熊野本宮大社と、熊野早玉大社と、熊野那智大社だね。まあ、神社ってことだよね。そう。でね、平安時代はね、天皇とか貴族がね、よく参拝してて、あ、そうなの？この道を歩いてね。うんで、鎌倉以降は、武士や一般庶民も、参拝するようになったんだって。すげえ。だからね、歴史ある道なんですね。はい。その道を歩いて、那智大社に行きたいと思います。はい。でね、那智大社はね、現在の号を落とすとされてるの。現在のさ、号だよ。何それ。現在の号だよ。号って何？現在の号だよ。行か。現在の行？どういうこと？すごい雰囲気あるね。木がでかいね、なんか。両端にある木全部大きいね。すごい何年も経ってるんだなってわかるね。なんか本当に、気持ちがさ、聖域に来たって感じ。わかる？現れるってこと？そう。心が現れるの？そう、心が現れる。出たよ。結構登ったね。石畳がさ、ちょっと湿ってる？濡れてる。湿度で。だからちょっと歩きにくかったね。そんなことないけど。歩きにくかった。歩きやすかったけど。歩きにくかったよね。歩きやすかったよ。歩きにくかったよね。歩きやすかったです。歩きにくかったよね。歩きにくかったです。だよね。そうだと思った。じゃあまだまだ頑張りますか。はい。暑いね。暑いね。ちょっと食べるか。はい。疲れたから一息つきましょう。はい。はい。いただきます。おときもち。うわ、めっちゃもちもち。あったかい。いただきます。もちじゃない。何が入ってる？あんこ入ってる。うわ、今までにないもちもち感。なんでだろう。でね、あんこもぎっしり詰まってるよ。甘くて美味しい。抹茶とも合うね。美味しい。この抹茶の苦味と餅の甘さが合うね。
こから参道のようですね。この階段の数は467段あるんだって。あ、そうなんだ。結構あるじゃん。ねえ、結構急じゃない？はい。頑張るか。はい。はい。那智大社に到着しました。来ました。なんか朱色のさ、建物が綺麗だね。ね、このね、拝殿はね、織田信長がね、焼き討ちをして豊臣秀吉が再建したんだって。あ、そうなんだ。ね、歴史ありますね。このさ、左の方にね、宮方彦社っていうのがあるんだけど、そこは八咫烏を祀ってるんだって。あ、そうなんだ。そう、八咫烏はね、熊野の神様のお使い。3本の足のカラスですね。はいはい。サッカーでも有名だよね。そっちも行こう。はい。はい。木を持ってね、体内巡りするんだって。300円。300円。何がいいかな、お願い事。あるんだ。それは選ぶんだ。自分で書くんだよ。何がいいかな。健康かな。健康と世界平和かな。行きたいと思います。ちょっと怖いね。通れないわ。前でいるけど、入っちゃえば広いね。入っちゃえば広い。階段がすごい上に上がるんだ。いい経験だったね。面白かったね。中狭かったけどさ、入ったら広いね。これで隣の神社に行ってみよう。はい。この清願神社のね、なんか特徴わかる？わかんない。わかりません。なんかね、ほら、高床式なの。ああ、本当だね。普通神社ってさ、そんな高くないじゃん。この辺りはね、雨が多いから高床式の作りになってるんだって。ああ、そうなんだ。で、さっきのさ、那智大社と比べるとシックだよね。そうだね。なんか古い感じするね。そう。これもいい味出してるよね。というような神社です。あ、天台宗です、ちなみに。天台宗。天台宗です。あ、滝が見えてきたよ。本当だー。那智の滝だ。そう。で、その手前にね、広尾神社っていう神社があるの。それは、那智の滝をご神体としてんだって。あ、そういうことなんだ。そう。うわー、すごいね。三重の塔との。コラボいいね。でもさ、ここにいてもさ、滝の音聞こえるね。本当だね。そう。相当大きいんだね、近く行ったらさ。例えば落差がね、日本一なんだって。あ、そうなんだ。一段の滝の中では日本一なんだって。すごいね。上にさ、しめ縄みたいなのあるじゃん。あ、本当だね。ねえ。あれも取り替えてんのかな？どうやって行くのあそこまで。なんか道あんのかな？
こだね、多分。滝やっぱさ、近づくと迫力が出てくるね。すごい、この三重の塔の赤も映えるね。本当だね。この緑の山の中にさ、突然現れてキラキラ輝いてる。おー。すごーい。いいね。いただきます。もうでそば注文したよ。あー、美味しい。そう。だしめっちゃうまい。どういうそうなの？違いなの？梅干しが入ってて、ちょっと酸味かな。めっちゃうまいわ。いただきます。そばうまっ。このだしとさ、絡まって美味しい。でもこのだしめちゃくちゃ美味しい。何のだしなんだろう。カツオとかかな。すっごい美味しい。永遠と飲めるわ。美味しい。なんか梅干し入ってるからさ、もっとしょっぱいのかと思ったけどね、そんなことない。酸っぱいか。ちょうどいい。そばもね、喉越しいいよ。バランスがいいね。いや、この本当に出汁美味しい。見張り寿司いただきます。めっちゃ大きいよ。ほら。高菜の葉ってこんな大きいんだね。あー、食べられない。これさ、ちょっと塩気が効いててね、美味しい。ご飯もふっくらしてる。これでようやく行きますか、滝に。もうお腹いっぱいになった。満足したんだ。満足しました。大満足。美味しかった、ご飯。確かにね。そばすごい美味しかった。これで心置きなく滝に時間使えるよ。機嫌悪くなるもんね、お腹いっぱいになると。あ、お腹減ってると。そんなことない。そんなことないか。そんなことないよ。仁徳天皇5年に始まる歴史を持つ広尾神社は、那智大社の別宮として那智の滝そのものをご神体とする魅力的なパワースポット。本殿や拝殿はなく、日本三名瀑の一つである落差133メートルの雄大な滝を直接拝む独特の参拝スタイルが特徴です。下まで来ましたよ。すごくない？大きいね。すごいわ。すごい迫力だよ。迫力すごい。ね。この場所良くない？なんか何がいいの？神社なのこれ。神社とこの滝、一番好きかも。神聖な感じするね。
水の勢いがすごいよね、うんダムみたい。バシャバシャ言ってる。でもさ、滝壺見えないね。ああ、はい。この奥にまだ2の滝と3の滝があるんだよね。あ、そうなの？奥ってどういうこと？見えんのそれ？いや見えないかも。歩けば行けんのかな、和歌山県那智勝浦の半島全体を占める壮大なリゾートホテル浦島は1956年創立以来、太平洋に面した洞窟の中で温泉に入る贅沢な体験ができる防気洞をはじめとする6つの温泉が自慢です。名物料理では熊野の豊かな海と山の幸を生かした絶品バイキングを堪能でき、世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道の宿場としても愛され続けているホテルです。スペースウォーカーだよ。すごい角度ね、日本一なんだって。あ、そうなの？乗車時間5分って書いてあったね。まあ、そういけよ。何個も乗り継ぐんだよね。すごいさ、山の上にあるってことわかるよね、さっき海で来てさ、海抜0メートルじゃん。すごーい。階段もあるよ。どっちが早いか競争する。この部屋です。うわ、すごいね。めっちゃ広くない？目の前海だ。目の前海だしさ、ベッドもあって和室もあってさ、うわー、オーシャンビューだよ。すごーい。うわー、もう本当にすごい。何この部屋、すごいね。太平洋だよねこれ。そっちなのかな？もうね、あっちにはね、山も見えるの。すごーい。この岩とかも見えるしさ、朝とかさ、夕方めっちゃ楽しみだね。館内さ、めちゃくちゃ広いね。怖いね、すごかった。すごい。だってさ、ローソンあったじゃん。確かに。このさ、島っていうかなんだろう、このね、立地でさ、ローソンあるってびっくりじゃない？街中のさ、ホテルだったらローソンあるの納得するけどさ、ね、すごいね。お土産もいっぱい売ってたね。ここで何日も過ごせそうだよね、普通に。確かにそうだね。お風呂もさ、1、2、3、4つあるんだね。4つあるね。で、3畳間に泊まってれば、3畳間の専用のお風呂も入れるんだよね。ねえ、どれ行こうか悩むね。まあそこ行く？3畳間。あ、そうだね。そうしよっか。近いからね。
懐石料理プラスビュッフェなんだね。そうだね。ねえ、すごい珍しいね。いい感じです。じゃあ生マグロいっちゃおうかな。マグロ。美味しそう。輝きが違くない？いただきます。うわー。嘘、違うのやっめっちゃとろける。中トロじゃないのにとろけるよ。ぱ。嘘、生マグロは違うんだ。なんか舌触りも全然違うわ。美味しい。味もね、濃いね。あ、そうなんだ。うわ、スーパーのマグロじゃない。生マグロ冷凍してないのか。確かに解凍じゃないわ。解凍のマグロさ、なんかちょっと血の血じゃないけど、なんかそういう感じすんじゃん。全然違うわ。美味しい。本当に美味しい。いただきます。熊野牛って書いてたよ。美味しい。油っぽくなくて美味しいね。あっさりしてる。美味しい。これもとろけるね。全部今日とろけるよ。これだけでも十分なのにまだバイキングもあるってすごいね。何いきますか。なんだろう、マグロとか。お寿司あったじゃん。あったの。寿司食べたいな。あとデザート。美味しそう、バイキング。何取った？海鮮なんだろう、ステーキも取ったし、お寿司も取ったし、ラタトゥーユ、あとこれチキン、つぶ貝もあったよ。嘘。美味しそう、全部。私は揚げ物天国だよ。やばいよね。揚げ物だらけだよ。性格出ちゃうな。ねえ、本当。じゃあなんかいただこう。ステーキいただきます。ステーキとか焼いてたよね。焼いてた。ね、揚げ物も揚げてたね。めっちゃ柔らかい。美味しいよ。鴨の唐揚げ。デザートもいっぱい取ってきちゃった。そうなっちゃいますね。やばいよ、俺もちょっと。確かに。朝はちょっと。とんでもないことになっちゃう。でもさ、ケーキとかちっちゃいからさ、何個でも食べれると思う。確かに。美味しそう。コーヒーさ、部屋に持って帰れる感じでいいね。あったね。紅茶もあったよね。紅茶も持って帰れそうだった。まさかアイスもあると思わなかった。アイスびっくりした。行ってしまったよ、アイスに。チョコレートをあげちゃったよ。チョコレートの粉なんだっけ、そういうチップもかけたしね。いろいろ楽しめていいね、本当に。だともうお腹いっぱいから満足です。お腹いっぱい、めちゃくちゃ食べた。お腹いっぱい。まあバイキングの罠だよこれは。本当だね、食べ過ぎちゃうね。確かに。例えば風呂どうだったの？風呂。お風呂？誕生館の。めちゃくちゃ良かった。目の前ね、港町見えた。あれが見えた。そう、すごい綺麗だった。海だった。洗い場もいっぱいあったし、お風呂もさ、ぬるいお湯と熱いお湯があった。分かれてたね。で、ちょっと濁ってたかな。白かった。そうだ。あれなんだ。乳頭温泉ほどではないけど、濁り湯だったよ。そう。トロトロしてて気持ちよかった。肌触りよかったよ。気持ちよかったな。やっぱ大きい窓があるっていいね。景色見れるのって最高だね。
プリクラとピカチュウがあるよ。すごいね。遊ぶコーナーあるね、こっちは。昭和だよ、昭和。ねえ。ピカチュウかわいい。プリクラも2つあるし。寝方でドンピシャ？なんかちょっとやってみたい。いい？うん。お、寝方でドンピシャ。お、決まった。475だって。175グラム？全くわかんない。何？どういうこと？何回もやってんの？何回もできるの？時間制限あんのかな？全然作れないんだけど。そもそも。難しいよ。何これ？何回でも入れんのかな？もっとだよね。何今どれなの？わかんない。475でしょ。これ今1個何グラム？やばいわかんない。全くわかんないんだけど。1個何グラムなんだよ。少ない、わかんない。やっぱ少ないんだ。全然少なくない？これ大体分かったんじゃない？ダメだわ。これで320だよ。いや、もう終わりだよ。やってみて。マサがリベンジしよう。マサがリベンジします。多い。やばい。多分5回ぐらいやんないとダメだよ。頑張って、急いで。時間制限あるよ。もうちょっとぐらいいいんじゃない？いや、これでいい。嘘。あと1個足しとくか。やばい、わちゃ。いいんじゃない？来たわ。すごい。やばい、多すぎた。嘘。多すぎた。多いんだ。何これ。むずすぎでしょ、これ。むずすぎだろ、これ。面白いね。広いね。うん。休憩スペースもあるよ。ほんとだ。ね。寒くても平気だね。めちゃくちゃ綺麗。すごいね。部屋からのさ、朝の感じも綺麗だったけどさ、この公園からの景色もいいね。庭園からの景色もいいね。船いっぱいいるよ。ほんとだ。これはもう島がホテルみたいななってんのかね。ね。島全部がホテルだよ、これは。豪華だね。すごいなぁ。波の音聞けていいね。うん。
よ。この岩のさ、せり立った感じ見れる。うわー、島にいるっていうのがなんかわかる。うわー、すごい。うわー、すごい。朝ごはんもさ、いっぱい種類あったね。うん。やっぱいっぱい取っちゃったよ、また。わかるわかる。昨日とガラッと変わってメニューもね、違うものだから目新しくていっぱい取っちゃうね。私さ、汁っぽいやつをさ、この平皿に乗せたらさ、汁が全部新色ってさ、いいじゃん、それがいいじゃない。みんなと魚に割れかかっちゃったよ。でもまあなんといってもマグロだよね。マグロ丼めっちゃうまそうじゃん。そう、マグロをね、ご飯にかけて温泉卵乗せた。すげえ。超可愛くない？キラキラしてる。マグロも一個一個大きいよね。ではいただきますね。うわー、どうやって食べる？いくよ。あー、最高級の味。やばい。めっちゃいくじゃん。ガッツ。うまい。朝からこんなの食べれるって幸せ。確かにそう。うますぎるよ。ほら、うわー。うん。普通のお店でさ、1000円以上しそうじゃん。うん。それが朝さ、食べれるっていいね。ホテルの料金に含まれてるって最高じゃない？うん。うわー、見てよ。もう一杯いっちゃう。すげえ。おいしい。卵かけたのもいいかも。うん。本当におかずの種類いっぱいあるね。すぐ補充されるからさ、ああ、そうなくだ。なっちゃうとかそういうのない。いいね。時間で区切られてるってのもやっぱいいね。なんだってしないじゃん。そうはいいよね。じゃあこれでまたお風呂入りますか。参りましょう。次は洞窟？洞窟風呂。ね、景色見れるね、きっと。洞窟風呂さ、めちゃくちゃ良かったね。すごかったね。すごかったよね。こう入ってさ、ドア開けたらさ、もう洞窟の中だったじゃん。うん、本当だった。そう、もういきなり洞窟の中だと思ってなかったからさ、びっくりした。洞窟の中にお風呂が何個かあって、あと体洗うところもさ、洞窟の中にあったじゃん。確かに。すごかったね。どうやって作ってんだ？なんかさ、洞窟が自然にできて、そしたら温泉が湧いたんだよね、確か。でさ、お風呂に入るとさ、目の前海じゃん。ああ、そうだったね。波の音とさ、船とかを見ながらさ、ゆったり入ることができた。なんかぬるめだからさ、ずっと入れる感じだよね。ずっと入ってる。そう、このさ、潮風を浴びながらお風呂に入るという贅沢な空間だったね。白濁した湯だったよね。ああ、うん。なんか本当に帰りたくないって思う感じのお風呂だったね。うん。
すごかったな。天井の岩もさ、ゴツゴツしてたしさ。本物だよね、あれ。うん、すごいね。結構広いからさ、大人数で入れそうだね。脱衣所も広いしさ。本当だね。すごかったね。本当にエンターテインメントに富んだホテルだったね。確かにそうだわ。エンターテインメント性高いねえ。来る時から船に乗ったしさ。でここのホテルに、この部屋に来るまではさ、長いエスカレーターがあってさ。もう帰りたくないよ。もうチェックアウトの時間だよね。ああ、そうだね。確かに。もうチェックアウトか。あっという間だね。行きますか。次の場所に行きますか。よし、帰るぞ。さあ。生マグロの水揚げ日本一位を誇る勝浦漁港に隣接する勝浦漁港にぎわい市場は、マグロと食のエンターテインメント施設として地元住民や観光客に愛される魅力的なスポットです。どうですかこれ、家でも生マグロ丼が楽しめますよ。だけどちょっと高いよ。嘘。こんなに食べられないよ。1万円はちょっときついな。欲しいけどね、こんなの初めて見た。確かにそうこの形初めて見たよ。100、1キロ ?1.7 キロね。 1.7 キロは確かに安いね。でも食べれない。みかんジュースを発見しました。これ買う？ね、買いたいね。2本ぐらい買う？本はいらない。ね、完熟でいいよね。買ってみようかこれ。みかん絶対美味しいもん。ホテルで飲んださ、昨日やっと美味しかったもん。買うかこれ。いただきます。すごい美味しそうだね。マグロすっごい大きくない？マグロに目がないからね。うわー美味しそう。いただきます。うわ、贅沢だよ。ご飯よりさ、マグロの方が多いよ。確かにそうだね。うまくすくえない。いただきます。どうですか、生マグロ丼の大トロはどうですか？もう信じられないぐらいとろける。めちゃくちゃ美味しい。甘いんだね、マグロって。なんかさ、肉のユッケみたいなの食べた感じ。すごい。めっちゃ美味しいわ。お腹いっぱいになったね。じゃあ最後に、船に乗ってこの勝浦の海を満喫して帰ろう。はい。よし行くぞー。天気いいからいいね。